コードリバーブ。我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。というわけで、今回は超入門講座第44回目、そして44回目にして初の配信での、講座動画というか講座配信であるなを取り行っていこうと思うのであるぞ。めっちゃ背景の一部が透けとる。背景の一部が透けとる。こんなポンポコリのやりそうなミスを我がやってよいのか。ショック魔王。というわけで改めて我は最果ての魔王ディープブリザードである。いやちょっと初めての試みなので、よいしょっつ。うまくいくのかどうか心配ではあるけれども。本当だ、カラーサークルの緑部分だけ透けてる。あれってことは、っていうか、これのグリーンバックがいらないってことだよ。ちょっと待って、これ。これになんかグリーンバックのフィルターがかかっているな。いきなりとんでもないミスをかましてしまった。大変申し訳ないのである。では。今回は、この漫画の描き方というのを、これまで1回目から3回目まで取り行ってきた。で、今回はそれの総まとめ、これまでやってきた1回目から3回目を振り返る、講座内容をやりながら、我がどんな風に漫画を描いているのかというのを1ページ、ネーム、下書き、ペン入れ、そしてベタ塗り、トン、仕上げをする作業をすべて見てもらいながらやってみようと思うのであるぞ。おおよそ1時間半を予定しておるので、よければ見ていただけると嬉しいのである。また、この講座内で気になること、よくわからなかったことなどあれば、適宜コメントしていただければ、ちょっと答えられる範囲ではあるけれども、お答えはしていこうと思うので、よければご質問やコメント等をたくさんいただけると嬉しいのであるぞ。声の、バランスと BGM のボリュームなどは問題ないであろうか。問題ないようであれば、講座の方を早速始めていきたいと思うのであるぞ。大丈夫かの？みなこんばんブリザードであるぞ。大丈夫かの？そう、今回のこのサムネ用に急遽作ったという。よろしくお願いします。ということで、よろしくなのであるぞ。ライブ初見です。楽しみにしていました。ありがとうなのであるよ。問題ない。大丈夫さそうであるか。オッケー。大丈夫そうであるのであれば、では始めていこうと思うのであるぞ。ちょっと急な企画になったので、どういうことしてるのかわからない方に言っておくと、我が、いつも動画投稿しておる、初心者向けのお絵描き講座、お絵描き超入門講座のシリーズの一環として、クリップスタジオペイントを使った漫画の描き方っていうのをこれまで第3回目まで投稿してきた。そして今回その4回目として全工程を見せていこうと思うのであるぞ。なので、そろそろじゃあ、作業の方をやっていこうと思うのであるぞ。じゃあまずは、新規ファイルをセットして、基本的にはこれまでの講座内容でやってきたことと同じように、仕上がりサイズは A4 版というものを使っていく。ここにある A4 版であるな。で、基本的な表現色はモノクロにしておく。今回は白黒の漫画を描くので、モノクロ漫画ということで作業を進めていこうと思うのである。じゃあまずはこれで大丈夫かの？じゃあこれでして、で、今回は1ページだけ書くので、とりあえずこれでやっていこう。じゃあ OK。こうするとまずこの通り空白のページが用意されるので、まずはざっくりどんな漫画を描こうかというネームを作っていこうと思うのである。まずは簡単にちょっと内枠を書いて、我は本当ネーム書くときはかなりざっくりなのでな。
こんな感じでまずざっくりと小回りをしておくのである。こんな感じでな。で今回ちょっといろいろコメントでどういう、漫画が見たいですかというコメントも、Twitter の方で取らせていただいて、で、そちらの方でいただいたネタをちょっと入れていこうと思うのであるぞ。ちょっと一応変えた方がいいかな。ネームでだいたいキャラクターのバランス取りをしていく感じなので。こんな感じで、まずは我は画面全体をこうやって見ながらネームを書いていくのであるな。よいしょ。こんな感じで書いていく。ちょっともし分かりづらかったり見づらい部分があれば、コメントしてもらえると助かるであるよ。まだちょっと具体的に書くセリフとかは決めてないんだけれども、もうざっくりと書いていくので。ちょっとコメントは適宜読ませていただくので。よいしょ、こんな感じで。まずは全体のどういう構成にするのかというのを書いていくので、はじめましての方ははじめましてなのであるぞ。そしてこんばんはなのである。今はラスターレイヤーで、ざっくりとこうやって書いていく。そういえば隅が180ぐらいあるって言ってたから、実は結構背が高い。そういう設定忘れちゃいけないであるな。よいしょ、こんな感じで入れていくのである。いつもお世話になってます。よかったのである。お世話できておるのであれば良いのであるけれども。もういつも、ちょっと今回は講座動画の流れで撮っておるので、割と無口気味になっておりいかんな。ちゃんと楽しくやっていこう。本当でもまずこのネームの作業はちょっと頭の中でいろいろと考えながら書いているっていうのがあるんで、
なかなかな。そう、こっからペン入れとかになると全然喋れるんであるけど、どういう構成にしようかっていうのをこう考えてる時が一番頭を使うんであるよな。よし。オチも、ひねりもない感じの漫画にしよう。我はな、オチもひねりもない漫画を描くのが大好きなのである。あ、ネームが一番難しい。そうであるな。難しいであるよな、本当に。わかるのである。本当ネームって難しい。こんな感じかな。じゃあ、とりあえず、ネームはこんな感じで完成したのである。液晶保護フィルムはそうであるな。確か我は、この2020年モデルのやつも、エレコムのペーパーライクのケントシータッチのやつだったかな。ザラザラっとした画用紙っぽいのでなく、多少さらつきのある感じの液晶保護フィルムを今 iPad に貼っておる。じゃあこれを一回ちょっと色をつけておいて、じゃあテキストを打ち込んでいこう。つが1個多い。こうやってまず我は全体的にテキストを打ってから細かく調整したりもするんでな。そう、吹き出しの大きさって難しいからな。なので最初にこうやってテキストを打ち込んでおくと楽なのであるぞ。すごい自分で書くのすげえ恥ずかしいセリフ書いてる。もう嫌だの。おすすめのフォントは、漫画だったらやっぱりクリップスタジオを購入したら入ってくるこの IOTF アンチックスタンダード B っていうフォントが、この、ひらがなカタカナは明朝体っていうこのフォントで、で、こうやって漢字の部分がゴシック体という四角いフォントになる。四角いというか角張ったフォントになる。まあ、これがいわゆる漫画フォントと呼ばれているものなので、
で、こういう風にちょっとフォントを変えたいときには、漫画用フォントにして、で、サイズを変更しとく。こんな感じで。同じ構造になりがちで、単調になってしまいます。かといって当然向きを変えると言ったら分かりづらくなってしまう。ああ、なるほど。カメラアングルはあれである。映画とかをよく見てみると、漫画の小回りに使えたりするである。それこそ会議のシーンなんて、長時間みんなの立ち位置が変わらない中でどう、こう、間を持たせるか、動きをつけさせるかっていうのはすごく、映画を見ると勉強になるであるよ。よし、こんな感じで、セリフの打ち込みができたのである。私、飽き性なんですよ。魔王様飽き性ですか？飽き性だと思っとる方に我は一つ言いたいことがあって、飽きるって悪いことじゃないんだよ。それは逆を返せば、新しいことにどんどん興味が持てるっていうことなんであるよ。で、その逆で凝り性っていうのは一つのことにはすごく凝ったりこだわるけれども、逆に言うと新しいものとか別のものに対しては拒否反応であったり、あまりこう踏み込もうとしないという言い方もできるわけなのである。なので、飽き性というのはあくまで悪い捉え方であって、いい意味で捉えるのであれば、どんどん新しいことに興味がある。そして、それをどんどん自分の中に吸収していける人ということなのであるよ。で、それは、でもほらなんか一個のこと深く知れないって良くないんじゃないのって思うかもしれないが、それでいいんであるよ。こういうことを知った、なるほどな、じゃあ次って言って、どんどんいろんな経験をして自分の中にいろんなものを詰めて、それが力になっていくパターンの方だと思うので、飽き性は、悪い癖ではなく、良いものの捉え方もできるからな。そういうの考え大事。ソフトの使い方分かりやすくてありがたい。自動彩色。ちょっと我な、一個自動彩色でやりたいネタができたんで、そのうちやってみたいのである。じゃあ、これで、次はまずは小回りをやっていこうと思うのである。なので、レイヤーのメニューから、新規レイヤーのコマ枠フォルダというのを用意しよう。そしたら新しいコマ枠が出てくるんで、コマ枠の太さは前回の講座と同じように 0.4mm で枠線を描画していることを確認して、OK。これで枠線ができた。で、この枠線の上に漫画のネームとセリフを置いておこう。で、書いたネームは下書きレイヤーに指定しておく。下書きレイヤーに指定すると、レイヤーの部分が青色になるっていうのはこれまでも教えた通りであるな。なのでこうしておくと、他のペン入れとかの邪魔にもならないので、下書きレイヤーに設定しておくと良いであろう。じゃあこれで、次は、サブツールコマ枠のコマ枠カットというのを用意して、まずはこの大まかにカットしたネームの通りにコマ枠をカットしていこうと思うのである。チョッキ、チョッキ、チョッキ、チョキと。こうやって切ったら、このコマ枠は立ち切りの外にこうやって出すと。で、これで基本的な小回りは、はい、もうこれで小回りまで終わったのである。じゃあ次に吹き出しを作っていこう。そうだ。保存しとこう、今のうちに。保存。よし。この一コマ目の部分に、この吹き出しが被っているように、これ我が結構やるんだけど、こう、一コマ目と二コマ目をつなげる感じで、ここから物語は続いてますよっていう、こう、外のカットから部屋の中に入れるときなんかによくやるんだけれども、こうすると外の背景から部屋の中にこうカットを移行しやすくしたりするので、我は結構やっておるテクニック。なのでこれはコマの外に、この枠線レイヤーの上に新規のコマ枠を用意しておいて、吹き出し2と名前を付けておいて、0.3mm で黒い縁を枠線描写するっていうのをした状態で、我は投げ縄ツールを使っ
て、こんな感じで。吹き出しを書き足していく。で、まだこうテキストとかがずれてたりはみ出したりしとるんだけれども、大丈夫。あまり気にしなくていいんだよな。私どうしてもデジタルに慣れてないってことがどうしてもアナログになってしまうんです。本当にこれでいいのか悩んでいます。デジタルになるにはどうしたらいいですか？別にならんでもいいと思うけどな。むしろアナログで書けるっていう人の方が希少性が高まったりするしな。割と初期の頃からデジタルがわーっと出だした2000年頭ぐらいから言われてたけど、逆に今度アナログができるっていうのはそれにしかできない表現ができる強さを持ってるってことなので、右に習いでデジタルになる必要はないと思うであるよ。吹き出しは丸く縁ができるペンでぐるぐるする。なるほどな。はい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 。鼓膜ペンで吹き出しを受ける。もちろんあるある。我はこのなんかアナログっぽくできるこの吹き出しを、なんていうか手作業で作る方が好きなのでな。こういうなんかちょっと弱々した吹き出しなんかも簡単に書けるからな。そのあたりはもうお好みでなのである。こんばんブリザードであるよ。で、こういうギザギザした吹き出しは、折れ線ツールで塗りつぶしながら、ミスった。ほい、できた。これで吹き出しが大体できたので、これに合わせて、吹き出しに合うように位置調整をしていく。で、なるべく大きく吹き出しが入るように作った方がいいので、こういう文字の位置調整は適宜行っておくと良いであろう。こんばんはということで、ルナ殿もこんばんはなのである。ミスターマウさんが見られとうなかったのである、あんまり。では、これで、吹き出しの部分まで設置が完了したので、ここからもうペン入れの作業に入っていこうと思うのであるぞ。ここが一番時間がかかるんでな。吹き出しは吹き出しして、で、吹き出しレイヤーの下にベクターレイヤーを作って、ペンレイヤーを作っておこう。で、ペンレイヤーで我が使うのは、粗い鉛筆という、クリップスタジオに元から入っておるものをちょっとカスタムして使っておる粗い鉛筆、2とつけておるけれども、これのカスタムでやっていくのである。じゃあまずはお城から描いていこう。お城は、透明だった。で、こうやってはみ出した部分は、消しゴムツールでさっとカットできるのが、デジタルツールの良いところであるな。
これをコマレイヤーに入れてなかった。コマレイヤーに入れると、こうやってペンで書く部分は、コマの中でしか書けなくなるようにマスクさせてもらえるので、簡単に、こう、コマの枠内に収まった絵を描くことができるので、おすすめなのである。よいしょ。ペン入れ、ペン入れ。なななな、ななな。よいしょ。あ、出遅れましたが楽しみにしていました。ということでありがとうなのであるぞ。現在、ネームと、小回り、そして吹き出しの配置が終わったところで、ペン入れ作業に入っておるのであるぞ。まずこの状態からキャラクターのペン入れをしていくって恐ろしさな。こんばんは。生で描いていらっしゃるとこ見れるのはありがたいです。最近漫画も描きたいなと思うので、ということで、ぜひご参考になれば幸いなのである。で、この鉛筆で書くとわかるかな？こんな感じでちょっと線がガタガタするんだよな、わざと。これが引いた時に非常にいいアナログ感を出してくれるので。我ここ最近というかもうこの数年か。こうやってモノクロの絵だったり漫画を描こうっていう時には、基本的にはこの粗い鉛筆というペンで描いておるのであるよ。こうやってデジタルで描いてるとなんかすごくギザギザして見えるって思うかもしれないが、これが引いた状態だったり、紙とかデジタルの媒体で見たりすると、超いい感じにそのデジタル臭くない線にすることができるので、おすすめなのであるよ。このあたりは我のよかったらこの漫画の講座の第1回目とかを見てほしいのである。建物とか練習法でいい方法はありますか？まあ、やっぱり一番大事なのは実際にある建物とかを見たりとかして、写真撮影、あと動画撮っとくとな、建物の立体感を把握しやすくなるのでおすすめであるし、あと建物の壁とかを触ったりして質感を自分の体で感じると描きやすくなるというか理解しやすくなったりもするぞ。あとは単純にちゃんとどう描くのかとか、あとは例えば背景が上手いなって思うイラストレーターさんとか漫画家さんの絵とかを見て、その人がどういう風に背景を描いているのか、キャラクターとどういう違いを持っているのかっていうのを意識して描いてみると良いと思うよ。あと私は、うぬらにいつも言っておきたいことが一つある。私は〇〇が苦手だからとか、私はこれそれができないからっていうのをやめた方が良いと我は思っておる。そういう言葉は呪いになってな、本当に自分はできないものなんだって思い込んでしまうんだよ。できないって言って、そうやって逃げ道を作るといつまで経っても練習しなくなるし、いつまで経っても上達しなくなる。なので、どれだけ苦手だって思ってても、私はこれが上手くなりたいっていう気持ちを持って書くことを忘れてはいかんぞ。
そういうところ、そんなことで変わるわけないじゃんと思うかもしれないけど、変わるからな。その言葉っていうのは、どんどん人に伝播して、そしてそれが、こう、パブリックイメージになってしまったりもするわけだからな。あ、死んでるペン。あれ死んでるペンほんと使えるよな。わかる。我でかすぎないまあいいや。ベクターペンだから書いた後に修正も楽ちんなのである。ひらがなで死んでるペンで、クリップスタジオで検索出てくるであるし、死んでるペンと死んでないペンっていうのがあるので、おすすめであるよ。そのあたりはな、我の以前、紹介したおすすめの、素材紹介のペン編の方を見てもらえると嬉しいのであるよ。その辺も後であれかな。動画の概要欄とかにまとめておこうか。じゃあ今我こう言っちゃったから、その我が紹介したペンとかが出てる動画の情報は、後で、この配信終了後の方で、動画の概要欄に記載させていただくのであるぞ。あ、死んでるペン今 DL した。死んでるペンあったであろよし。ちょっと細かいところに手入れつつ、これでまずは2コマ目までがペン入れができて、あと背景は、まあ別、これなら別レイヤーに分けなくてもいいか。定規、コマ枠、パース定規で、これは一点通しで、パース定規をセッティングして、
背景をざっくり書き足していく。今回はもう講座用でパパッと書く漫画なので、割と事前資料を軽く見ながら書くだけなんだけれども、よいしょ。ほいしょ。こんな感じで窓がパパッと書いていくのである。今回は、どんな事前資料を用意しているのですか。我がよく使っとるのはもう自分の城の窓際とか。あとは、例えば、自身の資料でない場合だったら洋館の城の写真とか、雰囲気に合っているのを使ったりとか。あとは知り合いの魔王仲間からいただいた、魔王仲間が何年か前に、あれはどこだっけ、英国に行った時の、英国の学校の写真をたくさん許可を得て撮影してたらしいんで、それを結構分けてもらって、それをすごい見て書いたりしとるぞ。で、これ我がよくやるテクニック。これちょっと柱の部分なんかに、少しこう、柱のちょっと汚れをこうやって書き足しておくと、この柱感が強調される。そう、魔王仲間おるよ、結構。前、あれ言わんかったっけ？魔王って大体、市長の数ぐらいいるって考えてた方が良い。魔王って一人なのって言うかもしれんけど、うぬら、政治家ですらあれだけ数がいないと、党を管理できないし国を管理できないわけだぞ。大統領が一人いたら、それで全て OK かって言ったらそうじゃないであろう。おつも働かさせなさいなのである。それこそな、ドラゴンクエストの竜王だって一人で征服してたわけじゃなくて、国中にモンスターとかを配備して人間どもを脅かしてたから、あそこまでできたわけであろ。そういうことであるよ、そういうこと。よいしょ。せちがらい。そう、前回の配信で我言ったよ。よかった、そちらもチェックなのである。これで、今ほら、こんな感じで、2コマ目の背景のペン入れまでだとこんな感じでできましたなのである。クリップスタジオのメリット。こういう最新のデバイスに対応していること、あとは一度購入すればいわゆる定期的なアップデートの費用がかからないこと。あとは、漫画、アニメ、イラスト。すべてをシームレスにやることができる。だからこの漫画も途中からアニメにすることができるし、アニメの一コマを切り抜いて漫画にすることもできるのであるよ。デメリットがあるとしたら、急にクリスタが開発終了です、終わりですって言われたら我は結構悲しい。割と路頭に迷うレベルで、そこを人間に襲われたら多分魔をやられるかもしれん。多分そのぐらい今我はクリップスタジオとはズブズブだな。
想像するだけでゾッとしました。ズブズブなご関係でしたか。まあ、とは言っても、クリップスタジオで得たこの知識とか経験っていうのは、アナログだったりデジタルだったりいろんなところにフィードバック、つまりその、使い回したりすることはできるから、もちろんクリスタがなくなったら本当に困るとは思うけれども、じゃあクリスタがないと何もかもできないのかって言ったらそうではないとは思う。かなり困るけどっていう前提はつくかな。そんな感じであるよ。プリズムのこの頭のくるり毛が実はすごい描いてていつもコツがつかめない。作ったばかりのキャラクターというのは本当にこの辺のなんか頃合いがわからなくてな。結構難儀するのであるよな。ああ、でもな、そう、よく言われるんだよ。じゃあ、魔王って言ったら、なんとかさんとかと知り合いなんですかみたいに言われるんだけれども、ウヌラは、じゃあ今、ここにいるのが日本人だとしたら、スマップと知り合いなんですかって言われるわけだよ。もしかしたらスマップの知り合いかもしれんけど、大多数の人間は、スマップとは縁のゆかりもない人間だったりするわけであろう。もうやっぱりこういうなんていうか魔王に対する偏見、レッテル、思い込み、まだまだあると思います。そういうのを少しでもなくしていける世の中にしたいであるな。魔王広告機構なのである。よいしょ。わかるな？魔王様の講座で知った色域選択なくなるとか、困りま、色域選択は一応フォトショップにはあったと思うであるよ。ただ結構なソフトではあれはついてなかったりもするな。まあ、あれがなかったら、あれがないことをだから、ないことを嘆くのではなく、あるものでどれだけベストを尽くせるかを考えるのは、デジタルでものを作っているものとしての考え方として大事なんだよな。だから、例えば、あれこれのツールが他のソフトにないから移行できないとか、あのソフトはダメだで終わる方がすごく多くて、そうじゃなくって、じゃあないならどうしたら似たようなことができるのかとか、どうやったらそれよりもより良いやり方があるのかとかを、うぬらが今見とるそのスマホだったり、パソコンだったりで調べたら出てきたりするから、今の世の中。もう我なんか比べ物にならないぐらい有益な情報をたくさん発信してる方がおるからな。そういうのを自分で見つけに行く、探しに行く、ディグするっていうのはとても大事なことだと我は思っておる。そういうのをせずに、これがないからダメだ、これってどうするのわからないって言って思考停止するのは我はとても良くないと思う。ないなら、じゃあどうしたらいいのか。わめいたっていいことは起こらんのだぞっていうのを、いつも我は考えながらやってる。だから、あれができない、これができないってなったら、じゃあ次どうするっていう、いわゆるプラン B みたいなのをできる限り考えるようにしてる。でも、思った以上にやっぱり初めてお絵かきに触れる方とか、でもそれは多分お絵かきじゃなくてもそうなんだろうけども、初めていろんな物事に触れてみよう、あれをしてみよう、これをしてみようって思った時に、これがない、あれがないとできないって言われたらそこで悩んじゃって止まっちゃう方って多分たくさんいるっていうのは
我もやったことがないジャンルに挑戦しようってなった時に同じ立場に立ったら、きっと慌てふためくし、パニックになるし、泣きわめいてしまうかもしれない。だから我は、超入門講座とかで、そういう輩をもう全員いなくさせるっていうのが、いわゆるポンポコリをなくすのが大事だからな。講座参考に漫画書いてます。ただグレーからトーンするなんというか、これじゃない感がすごいんですけど、トーン張りが心がけるとワンランク上がるようなテクニックとかってありますか？あんまり、例えばカラーの色をグレースケール化したようなトーンは貼らない方がいいかなとは思うであるよ。この後ちょっとトーン張りの作業の際に実際その辺を実践しながらちょっとやろうとは思うんだけど、例えば、我は赤色を真っ黒で塗りつぶすし、水色や金髪は真っ白にする。それって多分、色をグレースケールに置き換えたら間違ってるしおかしいことなんだけど、漫画というのはメリハリがないと非常に見づらくなってしまう。漫画というのは白と黒でどれだけはっきりさせるかっていうのが大事だと我は思っておるので、多分そういうところを意識できるようになると、少し漫画を描くっていう意味が分かってくるかもしれないであるな。ただこれはあくまで我の考え方なので、他の方はそう言ってなかったとか、他の人はこう言ってましたよっていうのであれば、そういう方々のお話も実践してみると良いであるし、そういうふうに比較してみて自分にどっちが合うのかっていうのを決められるっていうのはこのデジタルの時代ならではの良さみだと思うので、情報を取捨選択するっていうのはすごく大事なことだと思うよ、我は。それをせずに、時々いるんだけれども、〇〇さんがこうやってたからこうしないとダメだとか、あの人なんか〇〇先生がやってたことと全然違うことやってるみたいなことで、なんか小競り合いになってる現場とか見たりして、やめなであるよって思いながら、絶対の正解がないのと同じように、絶対の間違いもないんであるよ。どれだけ無茶苦茶な書き方しても、それが書きたいやり方に近いのであれば、それでいいと思うし、自分のやり方を他人に押し付けるっていうのは愚の骨頂であるからな。左右の目を同じ大きさに描くコツはありますか？もうこの見てほしい。この段階ですでにも左右の目の大きさが違うであろう、あれ。で、そういうの分かったら、ちょいちょいってこうやっていく。で、なんとなくあったら OK ってする。そんだけ。っていうとあまりにも残酷だけれども、リアルな人間ですら左右の目の大きさが違ったりするので、あまりそういう細かいところは気にせずに、自分の感覚で大体 OK だったら OK で我は良いと思っておる。ここちょっと違うとか、ちょっと1ピクセルずれてるみたいなことばかり気にしてたら、全然絵が描けなくなってしまうからな。あまり気にしない方が我は良いと思う。自分の美意識を持つというのは我は絵を描く上で大事だと思ってて、美意識っていうのは、このぐらいまでだったら我はこれでいいかって投げられる部分と、いや、ここはもう時間をかけてでもこだわるっていうのの二つをどれだけちゃんと自分の中に持てるか。誰かが言ってたからこうするっていうのは美意識やその美的感覚ではないからな。自分がいいと判断して、それを他の人に言われても自分がいいと決めたから、そういうのは気にしないって言えるっていうのも絵を描くものとして大事だったりするからな。よいしょ。コメント読みながら書くって大変であるな。
プロクリエイトで書く際、線画にはどのペンを用いてますか？クリップスタイルで作業中申し訳ない。多分それ今週中に、我出すのでよかったら見てほしいのである。我の、プロクリエイトの、素材のダウンロード方法と、我がお絵かきをする際に使っている。特にレディクロとかのサムネは9割プロクリであれいつも書いとるんだけど、レディクロのサムネっていつも、レディクロの収録編集が終わって動画を書き出してる2、30分の間に、書いてるんだよ、あれ。ものすごく雑だけどいい感じに見えるみたいなペンを使って書いとるので、よかったら、どうやったらそういう風に見えるのかっていうのを、なんか軽く触れようと思うので、それとは別に、プロクリエイトで、どうやったら、いい感じの厚塗りが描けるのかとか、こう、厚塗りだけど透明感があるタッチにできるかっていうのをやろうと思っておって、それはなんとね、ちょっと久々のコラボ動画の予定なので、よければ楽しみにしていてほしいのである。ほんと今月末から来月にかけてはいろんな新しいことを頑張ってやったりしておるので、そちらもぜひ楽しみにしてもらえると嬉しいのである。こんばんは。初めて配信来ました。読みどのいらっしゃいませなのである。線が書いてはボツ。でも、そのこだわりは作家性だと我は思っておって、自分が納得するためにいくらでも納得できるものを書き続けるっていうのも、それはそれで才能だと思っておる。もちろん、だからといってそれが商業的だったりとか、こうファンを多く掴むために大事なのかといったらまた違うのでな。我はよくこの配信でも言っておる、アーティストになりたいのか、クリエイターになりたいのかっていうのを考えるべきだと思う。たくさんの方を喜ばせたり、こう支持されたことに対してどれだけ的確な絵が描けるかというものをやりたいのであればクリエイター。自分が納得するものを描く。誰かの評価なんか気にしないのであれば、アーティストを目指した方がいい。うぬらはどっちになりたいのか。それによって絵の描き方、そして向き合い方というのも変わってくるからな。そこをやっぱり履き違えたり、クリエイターになりたいのにアーティストの方の動画とかなり方を勉強しておると、すごく遠回りになってしまうからな。逆に、アーティストになりたいのにクリエイターのやり方ばっかり見てると、アーティストとして間違った活動方法になってしまうわけだからな。ちょっとタンジェリンが発生しそう。よいしょ。線と線が重なって前後関係がよくわからなくなること。というかその前後関係のことをタンジェリンって言うらしいということを最近勉強しておるので、間違ってたら恥ずかしいけど、絵がいい感じに見える講座もなんかそういうのちゃんと勉強してやりたいんであるよな。日々精進なのである。漫画描くの好きだったけどひどいこと言われて最近まで何も描けなくなって自分のメンタルの弱さに気づいた。うん。絵を描くってすごく繊細というか、メンタル強かったら絵描かねえよって多分絵描いてる人のほとんどが思うって言ったらちょっとこれは暴論かもしれないけれども、絵を描くっていうのはすごくか弱いものだと我は思う。それの言い方が間違った言い方になってるかもしれないけれども、だから誰かに見せるとか商業とかで書くって、まあものすごい傷つけられるぞ。傷つけられるし、わけのわからない方向からもう全方向で叩かれるし、もちろんそれは理路整然としたことだったりもするけど、あれである、なんだっけ、なんか正しいことを言って人を追い詰めるみたいななんたらハラスメントで最近流行ったよな。なんだっけ、モラハラじゃなくってなんだっけ、なんかそういう真面目な、ロジハラ、ロジックハラスメントである。ロジハラなんて一番傷つくぞ、絵描きは。ここ、なんか人体のデッサン狂っていませんかみたいな。人間の足はこんなに長くありませんよみたいなこと言われたら、うってなるから。
絵描きはロジハラで大体潰される。潰されるってひどすぎるのである。でも魔王もな、昔は本当にメンタルもろもろだったから、それこそ VTuber 活動始めた初期の魔王なんか、な、知っとる、子さんのポンポコリンがおったら、こいつ本当に生きていけんのかよっていう弱さでも弱いからな。めっちゃ腹、本当に。そう、ロジックハラスメントって言って、生前、だから正しいことを言って相手を追い詰めること。なんでこれできないのとか、これこの間教えたよねって、覚えておいてって言ったよねとか、いついつまでに完成するって約束したよねみたいな感じで、相手を追い詰める言い方をその正論で言っていくっていうのがロジックハラスメントというもので。例えばじゃあ我だったら、ペン入れの仕方がわからない？この間の動画で教えたであろうが。なんであの動画ちゃんと見て復習しなかったのである？なんであの動画でやってる通りにやったらできるって言ったのにやってないんである？って言われたら、うぐぐぐぐぐ、うぐぐぐぐぐぐぐってなって、ぐえーってなるであろ？そうやって恥ずかしめられたり相手を傷つけることがロジックハラスメントになるわけだ。だから、ただ、これはあくまでこうやって、なんでそれができないのとか教えたよねみたいに、こちらが正しいことをこう突き詰めて言うっていう言い方だからダメなのであって、例えばこのロジハラも言い方変えたりとか表現を変えたら、すごくみんなが丸く収まるんである。あれ難しかったであるかって。我の例えばそのペン入れがわからないっていう質問が来たら、じゃあ我の〇〇っていう動画を見たらわかるんで、もしよかったら時間のある時にもう一回見て、で、それを覚えてもう一回挑戦してみようであるって言って。で、それでわからなかったら、どこがわからなかったのか我にもう一回教えてほしいのである。そしたらじゃあ、そこがわからなかったところを具体的に教えてあげるからの、というやり方もできるわけだ。相手に間違っていることを伝えつつ、じゃあどうやったら正解になるのか、そして相手がその間違いを正すにはどうしたらいいのかっていうのまでちゃんと教えてあげること。そして、絵を描く者が絵を描くときに、者に教えるときに一番気をつけなきゃいけないこととして我が思っておるのは、我ができてることはみんなができてるっていう考えは本当に捨てた方がいいんだなっていうのは、VTuber の活動を始めてすごく分かったので、なので、オブラートというか結局ベクトルだな、方向性なので、我ができてることっていうのができない人っていうのはどういう人たちなんだろうとか、どういう人たちがどこでつまずくんだろうっていうのをすごく考えるようにしとる。配信始めてきました。楽しいですね、ここ。そう言っていただけるといいんだが。そういうおしゃべりをちょっと。ただそういうな、そう。絵描きは絵描きであって教えるってやっぱり違う勉強しなきゃいけないなっていうのは我、日々思っとる。全然我の使い方って、我の教え方って下手であるなってすごく反省してこの1年。教え方とかをすごく我なりに考え直してきたんであるよ。で、前もちょっと話したかもだけど、そういう中で、その技術的なことだけじゃなくって、その経験的なことで難しかったりわからないよってくじける方とかすごく多いなっていうのをコメントだったりとか肌で感じるようになってから、レディクロとかでそういう悩みはこうすれば解決できるかもしれんであるよっていうのを言ったりとか、解決の道しるべができたら良いなと思って始めたっていうのがあってな。難しいんだよ、本当に。だし、我がやってることっていうのは絶対に合ってるとか、間違ってるやり方だとかでもないから、皆の中でいろいろこうやって与えられてる情報を自分の都合のように受け取って汲み取ってほしいなって思ってる。でもそれってきっと、絵をある程度やっていかないと、これはちょっと自分にはいらないかなとか、これ知りたかったんだよなってわかんないと思うんだよな。だから我はよくそうやって物事をいろんな新しい講座動画とかで教えるよっていう時には、一回我自身が初心者になった時に、どういうところでつまずくだろうとか、どういうところでわかんないなとか、この動画あんまり見たくないなって思うだろうかっていうのをすごい考えるようにはしとる。少なくとも魔王様のおかげで映画もっと楽しくなりました。全くわからなかったことに対して手段を理解することができて、
道が少し開けたから、あ、よかったのである、それであれば。人生相談始まる、あるある、あるあるである。これで3コマ目がこんな感じでできたのである。趣味の表情、もうちょっと。漫画っぽくわかりやすくしとこう。あと、ちなみに、この漫画講座の第5回目はもう決まっておって、効果線についての講座をやろうと思っとる。集中線とか、スピード線って言葉をなら聞いたことあるかな、漫画とか見てて。あれを、クリップスタジオで、うまく、そして丁寧に書く方法、いろんな、そういう効果線の書き方をやろうと思っとるので、よかったら見てほしいのであるよ。普段吹き出しの人のキャラの線画は描かれるのでしょうか？あんまり描かないかな。このレイアウトが決まった時点でそこまで、我は割と結果往来派の描き方だと思うので、だってこの後にもう一回線画を使いますとか、そういうことってないから、ほぼ。我はほとんど吹き出しの下には描かないな。後々なんか使い回すとか、加工するとかがあるんだったらやるとは思うけれども、じゃないならやらないな。今後の講座でモアレに、トーンのモアレであるな。まあでも専門的な知識ではあるけれども、クリスタは意図させないとモアレって発生させられないからなとは思っておるんで、ただ、講座の流れでやる可能性はゼロではないとは思うかな。あとはな、そうだな。こういう講座系やってるとやっぱりいろんな方々のご意見をいただいて、なるほどなって思うんだけれども。やっぱり魔王は自身の声に自信が持てないというか、自身の声に自信が持てないってすごいなんか今韻を踏んでしもたけれども。本当に我の声っていうのが苦手でな。こんなになんか、なんだろう、威厳のない、そして聞き取りづらい声で、申し訳ないっていつも思っとって。だからできる限り聞き取りやすくしないといかんなとは思っとって。ファンの方に褒めていただける。ファンの方に褒めていただける。いい声越してもらえとるのであるぞ。いやでも本当に、冗談抜きでそうやってうぬらに助けられておるので我はありがとうである。聞き取りづらくはない。ただ結構その講座動画を、なんかすごい我ががくついとる。なぜ？いい声だと、言っていただけるのはありがたいんだけれどもな。あれなんかすげえ我ががくついとる。そう、なので、それは、だからできうる限り意識して、そのプレッシャーの与えるような声はしないとか、あれなんかすげえ我がくつくのだな。ちょっと待っとってな。一旦切り替えますなのである。
何が学ついとるんだ？お、治ったかな？よいしょ。スタジオモードに切り替えてった。ちょっとまた見づらかったり、わかりづらかったら、言ってほしいのである？真央様の声大好きです。まあ、言うたらな、この配信に来てくださってる方々っていうのはすごく我のことを好意的に見てくださっている方々だと思っとる。本当にそれは大事にしなくてはいけない方々だと思っとるし、我の講座動画に価値をちゃんと見出してくれておるっていうのは、その期待を裏切ってはいけないなってすごく思っておるんよ、我は。なので、うぬらがそうやって、我に期待してくださったり、我のことを好意的に見ていただけておるっていうことに甘えず、より良いものにしていくっていうのが多分もっと大事なことだと思う。多分そういうところに甘えてしまったりとかな。もちろんそうやって、応援してくださる方自体は本当にありがたいんであるよ。だけれど、それに甘えたりして、適当な講座動画を出したり、不適当な講座内容だったり、それでも多分ファンの方っていうのはいいよとか、全然勉強になりますよって多分言ってくださると思うんだ。そこに甘えたら、我は成長できなくなると思うし、本当に困ってる人に届かないものになってしまう。そして内輪受けのことしかできなくなると思って。だからこの2020年というのは本当に我にとっては、どうやったら不特定多数の人に満足してもらえるのかというのをすごく考えてた一年だったんでな。だから多分これまで2018年、2019年と応援してきてくださった方からしたら、すごくなんかいつもなんかやってたことやらなくなったなとか、配信自体の頻度がすごく下がったなって思うかもしれないけれども、それは我が今後長く活動していく上でどうすべきかというのをすごく考えた上で選択しておるって行動しておるので、不安かもしれないし不満があるかもしれないけれども、ぜひ見守っていただけると嬉しいのであるよ。魔王様からもらってるものはかなり多いと思います。ありがとうございます。ということで。そんな風に言っていただけるなんて本当思いもしなかったであるよ。ここちょっと吹き出しがはみ出しとるな。よし。じゃあちょっと背景書き足していくか。魔王様に、出会わなければ好きなゲームのファンと書こうとは思わなかった。まあでもそれは、その時に出会えたのが我っていうだけできっとそれは書けてたと思うであるよ。全然。ちょうど都合よく我がいたってだけだと思うから。でもその、ちょうど都合よく我が入れてよかったなとは思うので。お役に立ててすごい嬉しいであるよ、そういうのは。ほんとな、魔王様がいなかったら、なんて言っていただけたりすることすごく多くて、それは本当にありがたいなとは思うけれども、我なんかいなくたってできることはいっぱいあるからな。全然我なんかに恩義なんか感じず、好き勝手に絵を描くぐらいで良いと我は思っておるよ。魔王様泣いてるの？泣いてないであるよ。でも本当に10万人を超えて、でもまだやってなかった99,999人配信やるであるぞっていう時は、涙が溢れてしもうたな。なんか、配信始まる30秒前ぐらいに涙が溢れ出して、ブワーっ
なんかいろんな感情が溢れて、多分こう、もう絶対そこにはたどり着けないんじゃないかって悩んだ時期だったりとか、正直やっぱり他の人はすごく伸びてるのに、我は伸びないなとか。でもそれは、お絵かき講座っていうそのジャンルの特性上、わーってその人が増えて伸びるみたいなジャンルじゃない。だから、まだ自分の番じゃないんだから、そんな風に焦っても意味がないんだって言い聞かせたりしたりとか。でも言い聞かせたけど、でもやっぱり正直、それでもお絵かき講座とか出したり、普段しない人とかがパッと出した動画とかでものすごくバズって伸びたりとかしてるの見たりすると、やっぱり羨ましいなっていう気持ちがなかったわけではないし、なんで我のは見てもらえないんだろうとか、なんであの人は伸びて我は伸びないんだろうとかって思ったことは本当に正直あった。けれども、それで恨むのはお門違いなわけだよ。伸びてる方はその伸びてる理由がちゃんとある。まぐれなんて言って、そのまぐれになるための棚ぼたのどこにボタ持ちがあるのか分かって行動してるからそうなったわけだし、偶然そのボタ持ちの下に行けたとしても、行くための実力がなければ、どれだけ動画を出しても配信をしても伸びるわけがないからな。だから伸びた人は素直に素晴らしいって思うし、それを素晴らしいと思えなくなって、あいつはまぐれだとか、偶然だっていう呪いをかけ出したら終わりだと思っとるから。だから本当に我は恵まれとると思う。ありがとうの。じゃあパース定規もう一個作って。床を。床を配置して。いい波乗ってんね。実はゲーム実況から来た。タローマン殿は、我の何を見たんであろう。まあ、我もそのゲーム実況自体は、アーカイブはその限定公開にして再生リストとかにも入れてはおるけれども、一体何を見て？まあ、よくあるのはツボとかだよな、きっと。我のツボ動画とか、ほんと、どれだけの人に見て、どれだけこの魔王じゃないなっていう疑いの目を向けられたことか。あの動画は我を苦しめた。ほんとしばらく一番伸びた動画があれっていう時期が続いたからな。お絵かき講座をやりたいのにもうゲームばっかり期待されたり、ツボやらないんですかとかってすごく言われて、ありがたいことではあるけど、すごい、我ってお絵かき講座の意味ないんだろうか、価値ないんだろうかって、病んだ時期あったからな。闇闇魔王だった時期あるから。よし、これで、大体のペインがこんな感じで終わったのである。で、この吹き出しの上に新しいレイヤーを作って、ここにこうなんか丸書いてあるのわかるかな？闇の魔王とか、ちょっとポーションいただきますなのである。ドローガイズっていう、はい。ツボダークソウルかな？パース定規ももしよかったら講座動画出しておるので見といてほしいのであるよ。私ライブ 2D から、よかった。そう言っていただけるのは本当にありがたいのであるよ。見て勉強になったって、役に立ちましたって言ってもらえることのありがたさよ、本当に。よいしょ。
こういうキャラクターが、こう、コマの縁で、こう、吹き出しで会話してるシーンって好きなんだよな。こう、さらっと流す感があるのが、結構好きだったりする。よいしょ。今でぼそっと再生して、まだ見とる方おるんだな。当たりだけの下書きなしで美しいシルエットを出すコツは何ですか？こればっかりは、手がもう書き方を覚えてるとか、そういう領域にならないと、絵を描き始めた方とかには絶対やっちゃいけないって我言うと思う。で、よいしょ。これで選択範囲を作って、選択範囲を反転して、よいしょ。隅の目線が合ってないの。よいしょ。割とこの辺なんか実際弾いたらものすごい小さいシーンなんだよな。これで、ペン入れ自体が全部できたので、ここからベタ塗りの作業をしていこうと思うのである。2点透視図法か。正直言うと動画の中でも言うたけれども、パースの基礎知識っていうのが持ってないと、パース定規というのを理解するのは難しい。ある程度それを解消するための講座動画は出したけれども、結局のところ大事になってくるのは、パースをどれだけ理解しているかという理解度の高さも大事になってくるのでな。なので、まずはパースの基礎知識を勉強した方が良いであろう。我がパース講座の中で出したおすすめのパースの本っていうのがあったと思うので、そちらを買って勉強してほしいのである。我はあくまでパース定規の使い方は教えることはできるけれども、パースとは何かって話をしだしたら、多分、専門のチャンネル1個ないとできないぐらい難しくて複雑で、そして長い。正直、パースを習いましたで、全部を理解することができる方はほぼ世の中いないと思うのでな。できません、わかりません。裏を返したら我だったら何とかしてくれるんじゃないかっていう期待をもちろんしていただけてるのはありがたいけれども、本当に、大事な基礎知識歩くためにはどうしたらいいですかって赤ちゃんに言われても、まずは心身を鍛えてみたいなところからなるわけであるよ。本気のイラスト作成じゃなくパパッとお絵描きした人向けにアイビスとか、デスクペンでデフォルメキャラの描き方。
割といろんな要素が足しすぎとるな。パパッと書くとデフォルメキャラを書くは、多分別の講座でやった方が良さげな気がするのであるな。そう、だから我も結構そのどんな講座動画にするかとかって、すごいいつも考えてるんであるよ。で、この講座をするにはまずこの基礎スキルのこれとこれとこれを持ってないとみたいな、ものすごいそういうな、たくさんの、こう、試行錯誤を繰り返しながらやっとるんで、あれ早くやってくれないかなっていうのも、多分たくさんそうやって思ってくださってる方おると思うんだけど、これやらないともう次いけないなとかすごくあるので、お待ちくださいなのである、本当に。ただお待ちいただいてる皆には本当に申し訳ないと思うし、今知りたいのっていう方には、今すぐお届けできないっていうことの申し訳なさは本当にあるけれども、そこはもう我が一人でやってる上での、ある意味限界だと思っておるので、大変申し訳ねえのである。あとはだからそういうな、うぬらのためも動画作りってすごく大事にはしとるんだけど、それと同時にもっといろんな新規の層、我のことを知らない方とか、絵とか興味ないけどなんか面白そうな動画だったからっていう動画ももっと作らなくてはいけないなって思ってて、よく魔王が時々ネタ動画というかひどい動画出すときあるであろ。ああいうのは大体そういうのをチャレンジしてるときなんだよ。大体失敗するけどな。本当に。上がる動画にこんな技法あるのかってなってます。そう言っていただけると嬉しいであるの。なかなか本当に難しいことだとは思うんだけれども。そのあたりをうまく、やりとりがちゃんとできるようにしつつやっていきたいなとは思うの。怪我だけ起きる。本当にぐるぐるバットだけは真剣に心配されてしまった魔王だったんでな。まあもちろんそれ真剣に心配されるだけのことはやっとるなと思うけれどもな。ベタ塗りのホワイトアートの出線は感覚ですか？でもあるし、このベタレイヤーをこうやって薄くして線引くことも多いであるよ。あ、全然違う通り線引いてる。やだ、恥ずかしい。我、腕細く描いてた。ごまかし。でも大体感覚で引くことが多い。漫画描いてると腰やれ、そういう時はもうやっぱ椅子とか、それこそプロの漫画家の先生の方々とか、我の魔王仲間だったりとかって、椅子と机はとにかく金かけるであるよ。言ったら、ものづくり人生のほとんどをそこに座って過ごすわけだからな。何よりも、一番金をかけるべき場所だと思っとる。でも我、実はイームズチェアと、あと今これはオーダーメイドで作ったな。木の机でな。うぬら知っとるかな？名前、あれ、無印良品っていうところのこれ机なんだよ、これは。の机を、セミオーダーで、座高何センチで、天板はこのぐらいでかくしてくださいって言ってオーダーして作ってもろたやつ、これ。オーダーって言ってもセミオーダーだから、確か8万か10万いかなかったぐらいで作ってもらったぞ、この机は。だから全然安いであるし。で、ものすごい頑丈で、で、足の部分はスチールで作っとるんで、全然ガタつかないようにしとるんで、ものすごい楽なのである。無印は結構家具のセミオーダーやっとるよ。今やっとるのかなわからんけど。そう。で、よく動画の収録とかをする机はまた別の部屋の、もともと執務室じゃなくて応接間とかの方にある、全部スチールでできてる机で、そっちはよく工芸品だったりとかを作ったりするときに使ってた机を使うことが多い。それは結構高かった気がするけど、安物の机なんかでも全然長く使えるぞ。
なんだかんだな、うすうす気づいてる方も多いかもしれんけど、我は結構な無印良品魔王だからな。もう、また無印良品で物買ってるって言われるからな。ぬかは、この間、アルランディスドのホロスターズの方が、ぬか売ってるんですよ、魔王様っていうのを教えていただいて、それで買った追加ぬかは無印だけど、ベースの今、我が普段使っておる普段ぬかは、魔王の知り合いの知り合いから養子縁組を組んでいただいたぬかなのである。もう、それこそ8年ぐらいか経ってるやつ。これは無印から案件か。逆に無印から案件来て我何ができるんだ？まあまあ、でも、ほんとさっきちょっと言ったけれども、今月末から来月にかけて、いろんなことにちょっと挑戦したりするので、よかったらちょっとチャンネル楽しみに見ていただけると嬉しいのであるよ。もちろん皆の期待に添えるものなのかどうかというのは多分また別問題なのかもではあるけれども。ミュードルのテーマいつもどうやって決めてらっしゃるんですか？なるべくみんなが参加しやすくて、かつ、これまでにやったことがないベクトルっていうのをいつもちょっとずつずらしながら考えることが多いかな。だから例えばじゃあ、今回のテーマは赤、来週は黄色、緑みたいにはならないように、ちょっとずつひねりつつ、でも、難しすぎないテーマを選ぶようにしてる。今週のミュードロのテーマ、メルセデス・ベンツって言われても、いや、ちょっと車、急にベンツは書けないっすわってなっちゃうけれども、乗り物とか、思い出の乗り物みたいな風に言ったらまだ参加しやすいかの、みたいな区分けをするのである。ベタ薄くしてホワイト入れるテクニック。そう、これは本当楽であるよ。でも結構思いつきでやってるところもあるので、これで、ペン入れまでが完了した状態であるぞ。じゃあ次に書き文字をちょっと書いていくか。書き文字は、よいしょ。
そう、これも自動で白縁つくようにできとるからな。このあたりも、我の講座動画の中でやってるので見といてほしいのであるよ。これで書き文字も完了したのである。書き文字かわいいですね。前も話したけれども、なんか古いなんかノートが出てきてみて、わあ、この字切ったね、なんであるこのノート。一体誰のノートがこんなとこから出てきたんであるって思ったらもう、ずっと昔に書いた自分の書いた字を見てくっそ汚いと思ってたっていう。自分の字を客観視したのを認めた瞬間であったからな。あの時ほどなんか顔が真っ赤になって、いたたまれなくなったからな。ひーって。クリスタ、あれ30日間かな無料体験で使えるので、ぜひぜひ使うのもありだと思うんであるよ。で、トン用のレイヤーを用意して、一回セーブしとこう。よし。で、まずは基礎塗りで、我はここにな、こうやってカラーセットを用意しとるんで、もうこれを塗ったらこの色になるっていうのを決めて、で、こうやって、もうグレーのレイヤーで塗っていく。で、ここはまた後で書くから。書き文字のポイントは、イラストを描くときと同じように、文字にも感情とかキャラクターがあるって意識すると書きやすくなるかな。と我はいつも思っておる。なので、ちょっと近々その辺の書き文字の綺麗な書き方というのをやろうとは思っておるので、よかったら。まあでもちょっと今すぐにはやらんとは思うけれども、漫画講座の一環として、やっぱり書き文字が苦手っていう方結構いらっしゃるなっていうのはすごいコメントとか見てて思ったので、そういう方に向けた、講座をやろうと思っておるので、Can you read this, mate? It's morning in the USA and I got to say I love your channel and I don't understand Japanese. Thank you, Kooi Sachi. Thank you for watching my streaming and thank you for thank you so much. You like my artworks. Thank you. なのであるグレーやトーンって漫画でどの具合の色を使えばいいか悩んでます。これは多分悩むし、個性の出るとこだよなとは思うんだけど。程よいところでやっていきたいな。当倍でモアレ魔王はだってそっか、知らない方も当然いらっしゃるな、これだけ増えてたら。一時期武者修行でアメリカに住んでたことがあるんでな。もともと我は、最果てからアメリカに飛び出してアメリカで生きていこうって思って勉強してた時期があったんだよ、英語を。で、アメコミ作家になるんであるってバーンって城を飛び出したことがあるから。そのために英語をずっと勉強してたりとか、でも全然難しい契約書とかは全然書けんから、全然ど素人魔王であるよ、英語なんかは。
そう。だからずっとアメリカの人たちと過ごしておった時期があった。まあでも結局のところは我の活動をもっとたくさんの人に見てもらうんだったら、国内というかまあ日本だな。日本でいろいろやりながら、それを世界に届けた方がもっと良いことができるんじゃないかって思って、で、そこからは我の活動の場をまた日本に戻ってきて、そして最果てに戻ったっていう。でも全然そのアメリカのことが嫌いだとか嫌になったとかじゃなくて、普通に年1回とかアメリカ視察には行っとったからな。もうこの数年行けてないし、本当はな、来年とか今年行きたいなってちょっと考えてたんだけど、なあ、この流行り病の影響があるから、それはちょっと叶わなさそうなので。This is a pen. This is an apple. なんで自信投げにそこだけ言うんである。だから我、英語は読むのはだいぶできるから、割とだから我、海外の YouTuber の方のイラスト講座とか見て勉強したりとかしとるよ、結構最近は。あとアメリカのクリップスタジオの公式チャンネルはすごく勉強になる。すごい作家の癖があって、その癖が見てて勉強になるというか。で、しかも1本の動画が3、4分なんだけど、ものすごくこう端的に情報をまとめとるのでうまいなーって思って。我の最近のおすすめは海外のクリップスタジオ公式チャンネルである。You just made my morning. マジであるか。I shall love your favorite. 8. I got to school now by. Take care. お気をつけてであるよ。You watch such video without subtitle? そう。結構でもな、字幕なしでもう見てますよっていう方もいれば、字幕がないからさっぱりわけわからんっていう海外の人もたくさんいるから、そこはやっぱりほら日本語ができるレベル、英語ができるレベル、みんなそれぞれだと思うしな。難しいとこだよーんとは思っとる。で、これでト化すれば、で、ト化したら、これを乗算にすると。よし。といったところで、漫画の完成なのである。だいたい1時間半ぐらい。完成。そう、喋る人の癖にもよる。そう。もう、アメリカにって思ったのは、全然聞き取れないってなったからな。ありがとうな、パチパチありがとうなのである。ほんと今回はトーンもあまり張らずシンプルめに。作ったのである。いや、鉛全然あるである。あと、アメリカだとかだと移民の方とかもいらっしゃったりするから、
こう中国系英語なまりだったり、あとブラジル系だったりとかのなまりだったりとか、すごいあるからな。あとカナダの英語は、なんか L と R がすごい潰れてて聞き取りづらかった印象がある。どっちもなんかルみたいな発音になるから、レビットみたいな。レビットって、ラビットかみたいなな。というわけで、だいたい1時間半でネームからコマまで完成したのである。こんな感じの手順を、いつもその講座の中でやっておるので、この講座動画を見た方は、もしよかったらその講座動画と振り返りながら、今回我がどんな風に手順を踏んでみたのかというのを、ぜひチェックしてみてほしいのである。そして、この配信終了後になるので、リアルタイムで見とる方はちょっとお持ちいただくことになるが、この、完成した漫画のイラストデータをダウンロードできるように動画の概要欄に追加するので、もしよかったら動画の概要欄の方からどんな風に漫画ができているのかっていうのを原寸サイズで見ることもできるので、よかったらそちらを見ながら今回のこの講座動画をもう一回見直してみてほしいのであるぞ。なので、リアルタイムで見ていただいている方は、ツイッターの方でそのあたりの追加をしましたというのをお知らせするので、よければチェックの方よろしくなのである。というわけで、今回、ちょっとパパッと講座動画的にやらせていただいたので、締めに入らさせていただくのであるが、我がやっている漫画入門講座の1回目から3回目までを勉強すれば、こんな風に書いた漫画をすぐ書くことができるようになるのである。どのような技術を使ってどんな風に書いているのかっていうのを今回の講座の中でリアルタイムで見せられたのであればよかったのであった。なので、よければ今後も、この講座動画で漫画を勉強してほしいであるし、こういう漫画のことを知りたいとか、こういうことを、よくわからないので、クリップスタジオではどうやるんですかなどがあったらぜひ動画のコメント欄でいただけると嬉しいのであるぞ。そして今回配信に来てくださったたくさんの方々、本当にありがとうなのであった。また今後とも講座動画の方、含め我のチャンネルをよろしくお願いいたすのである。そしてよろしければ、高評価、チャンネル登録、そして SNS のフォロー、通知のオンなどもぜひぜひよろしくお願いいたすのである。ではでは、お疲れ様なのであった。バイバイなのである。